はい、宇治でございます。このね、オーブ。今やったのはオーブプロデューサースーツというね、いろんな組み合わせでやりましたけど、これもう全部自動演奏っていうか、AI がもうこう機械学習して、作ってくれてるっていう。この辺のところですね、じっくり紹介したいと思います。さて、今私はちょっとキューベースを使ってますが、ここからね、オーブスーツをこうインストールすると何が入ってくるかというと、インストゥルメントトラックを追加すると、ここにね、私はね、このシンセのところに、この、いるの分かりますかね。今覚えになりましたが、このオーブ、ベースコード、メロディー、アルペジオンズか。これ4つが入ってますね。重要なのはね、このオーブコードってやつで、これが一番最初に立ち上がらなきゃいけないんですが、これちょっと見てみましょうか。これね、これがオーブコードとしましょうか。コード系を担当する、ものなんですけど、これはね、もう単独でこう。なってますね。で、ここにコードとかあるの分かりますかね。で、このコードの順番で4つになってるの分かりますね。で、ここにキーが何なのか、D なのか、C にしましょうか。ですね。で、マイナー系なのか、メジャー系なのかとか、表紙は4分の4なのかとか、小節数はいくつなのかとかね。結構最高16小節までいきますね。で、ここがコード進行の種別ってやつで、これを押すとね、いろんなコード進行の、テンプレートは一応入ってます。マイナー系のこのやつだとか、メジャー系だったら、全部これセレクションですからね。エキサイティングとか、エピックとか、ダークとか、エレクトロとかいろいろありますね。ここではいろんなものを選べるんですけど、もちろん任意のものを例えば C をここにここのところで、ここがほらタイプがありますね。いろいろね。例えば C メジャーの A マイナーとか、例えばここはD マイナーとか G7 とか、ここで重要なのがね、ここなんですよ。このデンティシーってやつで、この細かさね、どんどん変わっていくの分かりますね。
ムにすると今度リズムが変わってきます。電気 C とリズムの組み合わせでいろんなのが出てくるね。で、フレーズはこれ1小節パターンだけど、例えば2にすると2小節パターンでリズムも変わっていく。で、下に行くとオクターブ。シンコペーション。ちょっと突っ込むような感じ、シンコペーションできたり。スプレッドってオープンハーモニーになるんでね。ちょっとハーモニーが広がったの分かりますね。ポリフォニー、これは和音数ね。で、サイレンスってやるとちょっと休符を入れてくる。よくできてますね。というように、ここでストップなんだけど、今やったのはまさにマニュアルでやったよね、私ね。ここのところは機械的にやってくれてますが、マニュアルでコードとかやってたり今しましたけど、実は面白いのはね、例えばこのオーブっていうマークがあるの分かりますね、ここね。そうすると今やってくれたこのいろんな、変更パートをまずいろいろパターンを作ってくれます。バリエーションっていうかやっぱり前のが良かったったらこれアンドゥリドゥができますからね。これよくできてますね。でね、ちなみに今これミディでなってますけど、シンセっていうところに行くとこれオーブシンセがねここでなってるんですよ。シンセがもう。でこのサウンドプリセットのところでもうものすごい膨大な数のシンセがいっぱいいます。ボイス系で、これ気に入ったと思ったらこの星マークをつけてやるとこのお気に入りのところに入ってきますからね。これがねまたよくできてるんで、ちょっと後からまた説明しますね。で、AI 的な機能としてはここのところ、今コード進行を作りましたけど、これ自動で全てのプラグインのパラメータをランダムに変化。前の方が良かったな。で、これは全てのコードをランダムに変化します。で、これはね、1小節内でのコードを複数。いいね。いろいろやってくれるんですよ。でね、このオーブのすごいところは、今オーブコードやったでしょ。他にもですね、どんどん足していきますが、今度オーブのベースを足してみようかな。ここにいますね、ベース、オーブベースを足します。そうすると、今度ベースパート専用のオーブがやってきます。ね。でもね、今新たに立ち上げましたが、今ここでやってたこのコード進行、最終的に今鳴ってるコード進行と、これ一緒なの分かりますかね、完全に。すなわち、完全に連動します。ここがすごい。ちょっとスタートするよ。このように。
にやってくれてるんです、これ。もちろんここでまた音色も変えることできるからね。おお、いいねこれ。ちょっとカットオフで丸くしようかな。おお、いい感じ。動いてるの分かりますね。これモジュレーションマトリックスもあってね、とても良いです。でも音量はここで。さらにどんどんいってみましょうか。これね、オーブは今コードベースときましたが、アルペジオ。上に上げてみようか。アルペジオ専用のフレーズがもう鳴ってくれてる。さらにもう一つ最後にオーブメロディーっていうのがいるわけ。いろんなメロディーが出てきます。リバーブとかね、ディレイとか。どんどん違うものを生成させてます。あ、こうシンプルなのがいいねと。もちろんここでマニュアルでこれソロもできるからね。ということができてしまう。今コードっていうかここスタートすると全部スタートしますね。ここも同じなんだけど、すなわち完全に連動してるってこと。これがすごい。もう私なんかも、まあ、マニュアルでね、いろんな音を作って、あ、ちなみに、このシンセはオーブにこうついてきますが、オーブシンセってやつなんだけど、これで、これか。普通に弾きますから、このオーブシンセのことも置いてみましょうかね。ここにエフェクターが3ついるの分かるね。ディレイと。ちゃんと日本語化されてるのが最高だと思わない？ディレイでしょ、リバーブ、ドライブ、あ、グライドこれ。ポルタメントね。ちなみにここのモジュレーションマトリックスでいろんなマトリックスを作ることができます。ちょっとクリアしてみる。で、オシレーターが2つあります。ちょっと1個だけにしてみるか。で、ここね、いろんなオシレーター。例えばアナログ見てみましょうか。K 波の、ノコギリ波の、三角波の、サイン波。カットオフ、レゾナンス。いいですね。いい感じ。フィルターの効きも抜群にいいね。で、ここでエンベロープですね。あ、こっち側がフィルターで、こっちがアンプだな。
で、ここのところで、いろんなマトリックスを組めると。フィルターの周波数に、エンベロープの変調を加えて、こういうこともできる。で、LFO を今この LFO がかかってますね。ああ、いいね、これ。よくできてるね。もちろんカスタムとかいろんなね、デジタル音源。これポジションが、読み出しのポジション変えます。よくできてますね。で、これにエフェクターをリバーブ加えて、ポン。ドライブをサチュレーション。よくできてますね、これね。この作った音で、こういうことができるわけだ。これは全てのパートで音作りをすることができます。だからオーブのシンセサイザー自体も、ものすごいクオリティを持ってると言えますね。というように、なんて言うんだろう。なんかお任せしますみたいな感じでできてしまう。オーブにはまだリズムがないので、例えばリズムパートだけは他の、例えばね、私もこの、スパークをちょっとリズムパートに使ってみようかなと思いますけど、例えばこう。これ使いましょうか。でね、今はこいつらも単独で動いてますけど、ここのところで DAW シンクっていうのがここにあるの分かりますかね。DAW シンク。プレイバックを DAW とシンクするので再生停止は DAW のトランスポートをしよう。こういう説明がいちいち出るのがいいね、これ。ちゃんとね。素晴らしいね。こうすると、今度は DAW、今私はキューベース使ってるんで、キューベースのトランスポート、ここのところで、ストップするとこう。なるほど。ここのテーマ1ですけど、テーマ2のところでまたテーマ2を別に作曲することもできると。というようにどんどん増やしていって切り替えるだけでどんどん作曲ができてしまう。で、これ当然、オーブ上で作ってるんで、オーブの、例えばオーブのコードで、オーブのコードに割り当てられてるオーブシンセが鳴ってるんだけども、これ、優れもんなのが、ここにね、
DAW にドラッグ&ドロップってのがあるんだよ。これを当然持ってって、ここのトラックのところに貼り付けてやると、当然トラックに貼り付くということだ。これどういうことかというと、オーブで作ったものを、ちょっと待って、他のインストゥルメントちょっと作ってみましょうか。じゃあ、何でもいいんだけど、じゃあ、ピアノの音で鳴らしたいと。例えばよ。じゃあ、ちょっとピアノテックっていうのを今ここに持ってきましたけど、これをここに持ってくると、当然ピアノテックの音が、こういうことが起こってしまうわけですよ。面白いと思うね、これ。ただし、生成したものはミディデータなので、ミディデータがそのまま反映されて、トラックにドラッグ&ドロップすれば、当然、自分の好きなシンセを鳴らし込むこともできるというね。フレーズだけは、オープンに任せて、みたいな。これは相当な武器ですよ。私もね、結構、曲作り考えしますけど、これがね、行き詰まるんだ、やっぱ。どうしても。そういう時に、もう自分じゃ出てこない。もう私はガンガン弾いて入れちゃいますけど、そういう時にもうなんかこれ、なんか斬新なコード進行とか、自分じゃ絶対出さないようなフレーズだとかが生成されてくれるので、とっても楽しいですね。もちろん初心者の方もこれをもとに自動生成でどんどん作っていって、その中から気に入ったミディデータを貼り付けたりとかカットしたりとか、出てくるフレーズは本当に大変なことになってますからね、これ。もういくらでも何でもできちゃうという感じですね。素晴らしい。さていかがでしたでしょうかね、このオーブ。もう積極的にガンガンにその自分の相棒的に使ってみるといいんじゃないかなと思いますけど、特にね、私はコードもさることながら、このベースラインってね、悩むと思うんですよ。これはね、とても良いね。いろんなベースラインがもう生成してくれるし、音色もベースにフィットする風に作ってくれるんで、それでは最後にいろいろ切り替えながらね、フレーズも変えていきながらやっていきましょう。オーブン。